偽りの代償のリセットプレイ、やっていきましょう。よろしくお願いします。前回までのあらすじ。ネルコード2階の礼拝所でアンデッドの群れを撃退。その後麻痺食らって逃げ帰ってきた。今回で2階は踏破できそうかな。常駐魔法も全然覚えませんよね、このパーティー。今使えるの、ネームモンスターズだけでしたっけ？だけですね。重要な魔法に限って覚えないんだから。どうでもいいけど、この場面でこのポートレート表示されるの不自然だな。後で修正しました。では前回の場所まで戻りまして。ありゃ、全然違うとこ歩いてたわ。前回は、ここでの現実バトルで麻痺を食らって帰りました。ではこの先から探索再開。探索って言っても、いくつか現実があるだけでした。あ、この感じは、もう大体わかっちゃったぞ。ここにスイッチ式扉があったので、それがショートカットだとしたら、この辺りに下り階段がありそう。なら3階に行く前に、この辺りを先に探索しないとダメですね。まずそのスイッチ式扉だけ開けちゃいましょう。ここからまっすぐ行けばあるはず。あ、スイッチあった。これを押せば。あれが開いて。多分これが3階への階段で、ショートカットになってると。スイッチ式鉄格子はあったけど、扉は初めてでしたよね。あ、始まるのか、あいつの講義が。いねえわ。なんだそりゃ。開いた。ショートカットも確保したので、さっきの未探索エリアを見に行きましょう。前回麻痺させられたのは、このゾンビでした。麻痺は厄介だけど、敵自体はまだ強くない。麻痺の薬も用意したので、食らっても大丈夫ですよ。キュアパラリシスは、まだ覚えてないんでしたよね。さて、ここがその未探索エリア。もう1イベントくらいありそうな広さではありますが。どうでしょう。こんな感じで、市マス部屋が並んでる構造でした。礼拝所フロアなので、墓地っていうことなのかな？なんか、上の階にあったクリーピングコイン部屋を思い出すな。ありましたね、そんなの。ただの雑魚だったわ。クリーピングコインもただの雑魚ですけどね。どうやらただただ現実が並んでるだけっぽい。と思ったらいるじゃねえか、クリーピングコイン。しかも微妙に違うやつ。上の階にいたのは、右のクリーピングコインの方。ハテナまでが正式な名前。左のクリーピングコインは初めて見ますが。こういう時って、実は強いパターンと弱いパターン、両方考えられるんですよね。さあ今回はどっちだ？4は、わざわざメッシュにした意味は何？クリーピングコインは、さっきの一部屋だけだったみたい。1階に続いて、必要なクリーピングコインの意味不明配置。なんか若干の狂気を感じて、ちょっと怖い。南の方のエリアには何もありませんでした。
きのこれは、やっぱり3階への階段だったので。一度帰還。もうウィザードアイ覚えちゃっていいですよ。これ以上は引っ張りすぎになっちゃう。一回受けたネタを一生こすり続ける芸人じゃないんですから。辛辣。では覚えた呪文を確認。よしよし。ネタとして味がなくなってきた頃に、いいタイミングで覚えてくれましたね。プリーストゆかりさんは、キュアパラリシスがまだですね。マジックライトもね。次はこのネタで引っ張るつもりだな。常に新しいネタを提供していく、芸人の鏡。コメディアンゆかり。いじりすぎでは？こっちもウィザードアイ、やっと覚えてくれました。まだ覚えてないのは、ディテクトドア。バーシーフキリタンがいれば、なんとかなるでしょ。それでは、3階をちょっとだけ見てみることにしましょう。あいつによると、3階が最下層なんでしたね。降りてきました。この階に、ゼルク氏がいるはず。罠はプリーストブラスター。プリーストブラスター？もう出てきます、そんな罠。プリーストブラスターです。スペルブラスターじゃなくて、メイジとプリーストに分かれてるんですね。それぞれ、魔法使い呪文使用者と僧侶呪文使用者だけが対象。対象が限定される分、スペルブラスターより脅威度はダウンしてます。なお、スペルブラスターじゃないことには、この時初めて気づきました。アップデで変わったのかと思って見直したら、このシナリオでは、最初からずっとこの仕様でした。ブラスターだと身構える癖がついてしまって、ちょっと迷っております。戦闘の監獄編では、やたらスペルブラスターに引っかかってました。あ、引っかかるんかい。しばらく身構える癖は治りそうにないですね。麻痺が一人だけ、薬で治せますね。今後のブラスターが思いやられる。あう。まあ私フキリタンが麻痺だよ。この先もやたらアンデッドに狙われたり、しませんよね。これまた戦闘の監獄編では、特定のキャラだけ執拗にアンデッドに狙われまして。あれ？前回のアンデッドコバルト戦、シーフキリタンが集中攻撃されてたような。うわー嫌な予感。麻痺くらいならいいですけど、ドレーン食らいまくるのは勘弁してほしい。前に進もうとしたところ、横合いから伸びてきた腕にいきなり肩を掴まれた。毎度毎度、どこから現れるのだろう。いつもの男だった。ここから一歩先は、普通の床じゃないぞ。移動床だ。上に乗ると、どこか任意の場所まで勝手に移動させられる。川の流れに押し流されるようにな。迷宮によっては、実際に川があって、水流に押し流されることもあるらしいが、探索する側からすると同じことだな。魔法やスイッチの仕掛けによって、流される方向を変える、流れを止める、そんな仕組みもある。とりあえず、移動が終わった時点でウィザードアイを必ず使うことだ。流される前にいた場所、流されたルート、そして現在地をそれぞれ確認して、マップチップで必要な情報を書き加える。さ、ここでその練習をしておくといい。そうして最後に、嫌みったらしく余計な言葉を付け加える、と思いきや、そんなことは特になかった。男は本当にアドバイスだけをして、現れた時と同様、ふっと姿を消していた。どうしたんでしょう？最近元気ありませんね。なんか変なもの食べた？張り合いがなくてつまんない。で、ここから移動床になってるとのことでした。
まあお試し版でしょう。ちょろっと流されて終わりじゃないですか。ちょろっと流されて終わりだった。せっかくだし、書き込んでおいてやるか。ほら、言う通りにしてやったぞ。だから元気出せあいつ。名前がないと呼びにくい。あいつって言うと、名前を呼んじゃいけないタイプの人みたい。はぁ、なんか急に強そうなやつ出てきた。最下層ともなると、そろそろ一筋縄ではいかないか？いや、いけるわ。はったりだった。明治ブラスターは普通に解除できる。そういうわけのわかんなさ、ちょっと好き。例の男が、壁に背を預け、腕組みをして君たちを待ち構えている。しかしその表情がいつもと違う。人を見下すようないつもの薄ら笑いは浮かべておらず、真剣な面持ちだった。このフロアでは、不死系モンスターの出現が増える。僧侶は戦闘で呪いを解く役割が一層多く求められるかもしれないな。不死系モンスターのうち高位のものは、エナジードレインという能力を持つ。攻撃されると経験値を吸い取られ、冒険者レベルが下がってしまうんだ。失った経験値は時間をかけて取り戻すしかない。厄介な相手だ。注意しろよ。もうその話出てきます？ウィザードリーらしくなってきやがったぜ。男の言葉はそこで終わった。あまりに普通のアドバイスだったので、君たちは怪訝に思って聞いてみた。いつもと様子が違うが、どうかしたのかと。ほら、パーティーメンバーも心配してるじゃないですか。今のゼルク塾に、このフロアで戦える奴は一人もいない。実はこの俺も、自力でこの階を踏破したことは一度もないんだよ。ゼルク様の残した管理者権限のおかげで、敵との遭遇を避けつつ、お前らの先回りができるというだけだ。本当なら俺は、お前らに向けて偉そうに講釈を垂れられる立場じゃないんだよ。うっかりゴーレムにでも遭遇したら、と思うだけで、正直、怖くてちびりそうだ。どうにも解せない発言だった。自分たちはそれなりに強くなったが、実際のところはまだまだひよっこだろう。英雄ゼルクの下で修行している塾生が、今の自分たち以下の強さでしかない？そんなことがあり得るのか？いろいろと聞きたいことがある。そんな顔だな。まあ、それは後にしよう。お前らがここを踏破したら、すべて話すよ。ゼルク様の居場所も、ゼルク塾のことも、お前らを追い返そうとした理由もな。お前教官とかじゃなかったの？なんか急に情報いっぱい来たぞ。ゼルクが残した管理者権限とか言ってましたよ。こりゃこの階にはいないな。生きてるかの怪しい。いきなりストーリーが動き出して面白くなってきたぞ。でも今回はこの辺にして帰還。レベルアップは上級職の2人だけ。あれ、ビショップキリタンが呪文を覚えなかった。珍しい。ストーリーが進んで、がぜん先が楽しみになってきました。ゼルク氏の行方は？塾の現状は？ 3階を探索すれば明らかになるでしょう。ではまた次回。